こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、羊がめいめい言っている、としか言いようがないゲーム再開です。声もうるさいけど、ドタドタも相当うるさいわよ。隣近所の村からクレームが来ないか少し心配になりますが、まああの村は最近2人ほど住民が拉致されたそうなので、多分そっちの騒ぎで手一杯かと思います。随分とひどいことをする人がいるものね。まあ私としては、村人が拉致に巻き込まれないよう、事前に村から2人避難させるだけで手一杯でした。それで、犯人にはどんな拷問が望ましいかしらね。見逃してあげるのがいいと思います。さて前回は、村人と3度目のトロッコの旅で交流を深め、そして闇の村に馴染んでいく姿を確認しました。あとは村の湧き潰しをやり直し、そしてゾンビ肉を売り払ったところまでです。エメラルドにより貢献した小麦のことは触れないの？歴史的にはゾンビ肉を優先する慣習があるようです。さてレールをどこまで引き剥がすか物色していたら、田舎暮らしの定期イベを巣に戻りました。今私はなぜエンダーマンを襲おうとしていたのでしょうか。本能だからよ。それにしてもエンダーマンはよく牧場に入り込みます。で、少し前からうすうす思っていたのですが、もしかして私が牧場を見ているから牧場に入ってくるのではないかと。いなくなったわね。まあ今後のエンダーマン観察の課題に置いておくとして、そろそろ新牧場に着手します。さて、湿地での野戦の役割はもう終わったので、もはや田舎暮らし拠点を湿地近くに構える必要はありません。つまりレールを再利用したいのね。ビーコン用ブロックの消耗が大して抑えられるわけでもないのですが、なんとなくもったいないんですよね。そして次は、新牧場を作りやすい場所を探します。なるべく平坦で、しかも横に長い場所が望ましいです。つまり、縦には伸ばさないのね。さて微妙なところの峡谷が邪魔ですが、塞ぐのは案外楽そうですし、この辺りに決めました。ここから原牧場の近くの起伏の高さに調整して、土を並べてしまいます。そして羊の群れまで土を伸ばしてみたのですが、やはり原牧場からの高さの差が気になります。まあここまで羊を誘導するのは面倒かもしれないわね。というわけでやり直しです。聖地を横着せずに、原牧場と同じ高さに新牧場を作ることにしました。こういうものを作り慣れてくれば、やり直し作業が減ってくると思うのですが、今はまだ判断が難しいです。あえて言うなら慣れているのは、トロッコ実績でレールを敷くことくらいよね。そして、洞窟が近づいたことに少々嫌な予感を感じながら、でも予感がするときは大体外れるので放置して、石などはこまめに土ブロックに入れ替えれば、ひとまずの下ごしらえは完了です。つまり、羊が食べる草ブロックを敷き詰めたいのね。いえ、羊に住まわせる牧場は、この溝から2段上となります。まあ要するに、草ブロックがより伝播しやすいように、牧場の2段下に草ブロックを敷き詰めたかった次第です。どのくらい効果が出るのかしらね。本当は検証したいところですが、高さ縛りの時に草の電波はじっくり見てますので我慢します。さてぼちぼちフェンスの用意を。レシピは木材と棒を使うことと、2つ4つ並べることまで覚えているので、ゲーム開始前に調べ直すに及びませんでした。クラフトに時間がかかったのは急に現れたエンダーマンのせいにします。ところてんのせいでしょうに。客観的に考えればお分かりの通り、腕力の強い身長3メートルの真っ黒な異世界生物が、背後をうろついている最中なんです。こんな中で平常心でクラフトするとか不可能なんです。さて作業開始から20分少々経過したところですが、フェンスを敷き詰めて、ぼちぼち牧場らしくなってきた感じです。牧場というより棒場なんだけど。羊牧場の要件は、
草が生えているフェンスで囲まれた一定面積のエリアと考えられます。しかるに、これを牧場ではないと否定することは難しいかと思います。そしてこの辺からはマイクラの仕組みに自信がなくて、まずはフェンスの下をトロッコで通り抜けられるかのテストです。おお、大体イメージ通りです。要するに、細長い牧場の周囲をトロッコで走って、羊毛狩りをしたいということね。羊牧場を半自動化する上での課題は、どこを自動化するかなんですよね。前にお話ししたような気もしますが、この企画で一度は羊をベルトコンベヤー風に流すことを考えたものの、イメージがまとまらず断念しました。回路は苦手だものね。水の挙動もまだまだだったりします。で、鉄が大量に余っていればトロッコに羊を乗せていましたが、まあその前にトロッコに乗った羊が草を食べるか試さないとなりませんが、今の私の知識経験でできることと考えると、この形の新牧場が精一杯です。それで棒状になったのね。まあまずはこの形で、思いつけばまた試行錯誤していきます。さて、そろそろ数匹の羊を新牧場に招き入れて、トロッコで羊毛狩りできるかテストします。なんだかおっかないことになりそうですが。まあやっぱり一斉に凝視されますよね。目が大量にある巨大生物のホラー的要素ね。で、これで空いたスペースができたので今のうちに。さてあとは招き入れるだけです。まあ引っかかるのは想定内です。もう少し幅を広げてもよかったんじゃないの？テストが終わってから一気に招き入れます。来てた。ちょっとゾクッとしました。さて、危険が伴う新牧場のテスト羊に志願した、勇敢なる羊諸君らに応えるべく、私も新名をとして羊毛狩りに挑まなければなりません。まあ普通に実験動物よね。さて、フェンス越しにハサミで刈り取れるものかのテストです。もしうまくいかなかったら、色々と手を加え直さなければなりません。すでにここまで作ってしまったので、割と緊張しています。で、どうだったの？とりあえず刈り取る音はしたので多分大丈夫です。ただし、やはり羊毛を取得する音はしなかったので、まあ裏側に落ちてしまっていますよね。反対側にもレールを這わせなければなりません。まあでもここまで来たら、あとはレールを敷いて羊をどんどん招き入れるだけなので、せかせかと作業していたところです。なんだか今回の収録では、エンダーマン登場イベントの頻度が高いような。しかも2体同時は初めてです。そっぽ向いてエンダーマンの生態を探らないのね。また今度です。今は眼力で、エンダーマンを2体同時に牧場に入れるゲームに夢中です。なかなか難しい。意外と難易度が高かったです。何をやっているんだか。さて、反対側にもレールを敷くべく掘り抜いていたところですが、先ほどの洞窟はこんな感じです。洞窟が入り口すぐのところで折れ曲がっているし、意外とモブが上がってこなさそうです。モブからの視線は通りにくそうね。まあ大体危ない予感がするときはなんてことないのですが、されどやはり洞窟を塞ぐか一瞬悩んで、まあいいやと思ったところで決断を即してくれました。でもあまたのクリーパーを倒してきた私には、勝利の決めポーズで楽勝です。ガードではなかったのね。爆発見てからガードとかありえないことから、論理的に明らかです。で、これでもかというくらいに丁寧に念入りに洞窟を塞いでおいて、そして少々苦戦しながら、新牧場への通路を2メートル幅に広げて、今羊落ちたら逃げるわね。私が気づくのが早かったので問題ありませんでした。そして、次から次にひたすら羊たちの誘導です。入場口が混雑しているわね。まあでも、羊の誘導だけは割と勝手が分かっているもので、スムーズかつ迅速に牧場の奥まで誘導してしまいます。本当に牧場の奥なのよね。
そして誘導に手慣れてきたところ、慣れないフェンス足場の作業に足を踏み外したところで、色々あったので今回はここまでとなります。そういえばこの新牧場、どうやって外に出るの？少なくとも牧場の中に入ることは想定していませんでした。しかもベッドを使う場面も想定してなかったです。フェンス壊すしかないわね。いえ、ベッドを外に置いて寝たら外に出られる状況でした。気づいたのは収録が終わってからです。さてこんな感じで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。